こんにちは、オートウエストエンドです。今回はここカナダバンクーバーのコイン洗車場に来ています。いつも使っていましたマイヤーズというブランドのホットリムズというホイールの洗浄剤なんですが、それがなくなってしまい、今回はちょっと気分を変えて、同じブランドなんですが鉄粉除去剤が出てるということを知ったので、それを購入して試してみたいと思います。こんな感じで結構ブレーキダスト汚れてますね。これがどこまで落ちるのかというところを試していきたいと思います。こちら後輪なんですが、あんまり汚れてないですよね。実はブレーキパッドをボッシュ製のに交換してから全然前輪ともう全く汚れの具合が違う。全然ブレーキダストがね出なくなりました。僕以前ねそのブレーキパッド交換の動画も上げていますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、そしてこちらが今回買いましたマグワイアというブランドの鉄粉除去剤。一応商品名としてはホイールクリーナーと、記載してあります。そして後ろの説明を読んでいきますと、濡れていない乾いたタイヤにホイールに吹きつけてくださいとありました。はい、それではやっていきたいと思いますが、この濡れてないところに吹きつける、それがどこまでうまいこと効果を発揮してくれるのかというのがちょっとね気になるところですが、僕は結構もう事前に濡らして汚れを浮かして、そしてこういうクリーナーを使っていくというの方が好きなので、ちょっとねこの本当にこれで落ちるのかなというちょっとまだ疑っております。今早回しで映しておりますが、3分ぐらいでしょうか、今回僕は待ちました。そうするともう本当にみるみる紫色にブレーキダストが変わっていきまして、そしてこう水でね流すだけと、でもこすらずに流すだけと書いてありましたので、その通りにやっています。そうするとね、びっくり、結構落ちるんですよね。汚かったブレーキダストがもう目に見えてどんどん綺麗になっていくのが分かりました。この GoPro このタイヤのね近くに落ちたので当然のように水跳ねてちょっと見えないので、また別アングルからお見せしたいと思います。ちなみにこの日は本当にいい天気で、ただ直射日光もボディに当たっていたので、それは逆に心配になりました。はい、そしてこちらちょっとねカメラを持ち上げて撮っていますが、綺麗になっていますよね。こすらずともここまでいったのは正直驚きでございました。なのでこっちのクリーナーをメインで使っていこうかなとも思ったりしていたんですが、はい、そして後輪も同じように吹きつけて2分から4分待った後、またこの高圧のねスプレーで水で流していきます。こちらはもともとそこまで汚れていなかったので、その前輪に比べたら変化っていうのはそこまで感じませんでした。はい、そして前輪をねよく見てみたんですが、このカメラ越しには綺麗に見えてはいますが、実際近くで見るとやっぱりこのスプレーがかかっていなかった部分、ムラができますよねっていうところだったり、やっぱりねその下の方から吹きつけないと取れて浸透していなかった部分というところがやっぱり残っていました。なんかうっすらブレーキダストの膜ができているような感じでした。なのでやっぱりこういう風にね僕は触って
洗いたい派なのでやっております。なのでスプレーをして2回目の洗浄になります。そしてこうやっていくと泡がまた紫色になるので、やっぱり全部は落としきれていないのかなという印象を受けました。ちなみにコイン洗車場のちょっとそのデメリットというのが、水がね時間制限で出るので、いっぱいその何回もねコイン入れてそのね何ターンも行けばいいんですが、そこまでその水をね何回もそのコインを毎回入れてっていうのもね、ちょっとというところで割とケチってしまうんですよね。なので結構乾いてしまうというところがホイールが、なのでそれちょっと難しいですね。やっぱり家で洗車を好きな時に水を流して乾く前に流せるというのがこの今回使ったクリーナーには向いているのかなと思いました。ちなみにこちら反対側の前輪後輪に関してはもうこの乾いた状態で一度使ってあんまり落ちなかったので、もう一旦濡らしてからやってしまおうと。そして先に水流で水の圧力で落とそうということでやっています。実際水圧でねだいぶ落ちたんですよなので最初めちゃくちゃこの乾いた状態でスプレーをしてで水で流して落ちたと思ったんですが、これただ単に水圧だったのかもしれないですねはい、そして今回こちら側は濡れた状態になっています。なのでそれがどう効果に影響するのかを見ていきたいと思います。この表面部分に関しては結構もう水圧で落ちていますが、このローターの方にスプレーをつけて、で今ディテールブラシで触っていましたが、そうするともうすごい緑色のブレーキダストがねどんどん剥がれて取れてきました。そしてこちらは後輪の方、水圧で一旦汚れを落とした後、ご覧のように直射日光が当たっているのでほぼほぼ水は乾いた状態になっておりました。なのでコンディションとしては結果オーライでとてもいい、スプレーにとってはこの商品にとってはいい状態になったのかなと思います。もうこうディテールブラシでこすっていってもほとんど紫になっていませんよね。最初の一振り目がすごい紫色だったのは前輪の方のブレーキダストがまだ残っていた、それがついたものです。はい、そして流していきたいと思います。綺麗ですね。こちらはスプレーは1回しか吹きつけていないので、これで最初にやった2回スプレーを使った側と比べて変わらなければこの方法がいいのかなとは思います。はい、ということでこちらが最初に行った2回結局トータル使いましたね。そのホイールでございます。ちょっとこの洗い流すまでに時間があって、それが乾いて固まってしまったんですかね。それの残りがちょっとありましたので、この洗い流すタイミング割と早めに2分4から4分待った後、もうちゃんとその時間内に流さないともう固まってしまうのかなと感じました。そしてローターの部分は吹きつけた直接ディテールブラシで今回触らずにいたんですが、吹きつけた部分だけ落ちてるようなそんな感じです。そしてこのホイールの内側も今回は触らずにやっていましたが、あまり効果がなかったのかなと思います。そして後輪です。こちらはいい感じでした。もともと汚れが少なかったというのもありますが、この
うっすらとしたブレーキダストの汚れだったら乾いた状態でこのスプレーを吹きつけて鉄粉も落ち、そして乾いたとしてもそこまでホイールに残らず、もう水で洗い流せたという結果になりました。そしてこちら反対側の前輪後輪は1回だけ使ったと。そして最初に水圧で汚れを吹き飛ばして、こちらはちょっと濡れた状態で使いました。こうよく見てみますと、このラグナット、ホイールボルトの方とかはおそらく最初に使った水が溜まっていたんでしょうね。そこにスプレーをしたもので、その効果が薄まってちゃんと落ちていない、そんな印象があります。そして内側、このホイールの内側はこすりました。なのでこすったところは綺麗になっていたという感じですね。そしてこういう部分、おそらくタイヤが下になっていたところで水が溜まっていたと思います。そこも薄まって効果が薄れたのかなと。そして全体的にシミが残ったような、手でこすれば取れます。なのでもうブレーキダストが一旦浮き上がって流れ出たものが洗い流す前に乾いて固まってしまったと。結構その乾く前に流すというのが重要になってくると思いました。夏よりも冬向きなのかなあんまり乾かない環境にいた方がいいのかなと思います。そしてコイン洗車場ですと水をね、無意識にケチってしまうので、ご自宅でいつでも水を使える状況にある、そういった時に使うのがいいのかなとも思いました。僕がいつも使っているマグワイアのホットリムズというのはめちゃくちゃ強力で、結構ホイールを傷めてしまうというレビューがあるぐらいなので、そっちと比べるとやや優しめの、仕事はしてくれますが割と時間にシビアだと感じました。というわけで今回はマグワイアの鉄粉除去剤を試しましたが、参考になったという方はいいねボタンを、そしてこういった北米で人気のあるカー用品のレビューを見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。